Life is an ephemeral existence in an ever-shifting flow, constantly rebuilding itself while breaking down. 生命とは絶えず自らを壊しながら作り続ける移ろいゆく流れの中の一時的な存在です。And this ephemeral existence called life has been passed down without interruption. そしてそんな一時的な存在である命は途切れることなく受け継がれてきました。 This is not a history of struggle for survival, but a history of cooperation to continue life itself. それは生き残りをかけた争いの歴史ではなく、命をつなぐ協力の歴史なのです。The epic story began 3.8 billion years ago, when life first emerged. 38億年前、生命が生まれた時からその物語が始まります。Small cells living on within larger cells. 小さな細胞が大きな細胞の中で生き続ける。Cells cooperating with each other. たくさんの細胞が互いに協力し合う。Different lives meeting and giving birth to a new life. 異なる命が出会い、次の命が生まれる。It was not through selfishness, but rather through altruism that diverse forms of life emerged. こうして
リコよりむしろ利他によって多様な命が生まれたのです。In the sea, on the land, in the sky. 海に、陸に、空に。Animals and plants, microorganisms and large organisms alike. 動物も植物も、微生物も大型生物も。We too are a part of this diverse stream of life forms, woven together without interruption through the epochs. 私たちもまた、こうして途切れることなく紡がれてきた多様な命の流れの中に連なっているのです。光の粒子だけが38億年の生命のドラマ、いかがでしたか。絶えず移ろいゆく流れの中で、義母ではなく利他によってつながれてきた命、その流れの中に私たちの命もまたあるのです。ところでこの宇宙にはあらゆるものが壊れ崩れるエントロピー増大の法則があります。でも生命は生きている間、一定の秩序やバランスを保っているように見えます。とても不思議なことです。かつてアンディ・ベルクソンはそれを生命が物質の下る坂を登ろうとする努力があると表現しました。坂を転がり落ちるはずと坂を登り返す、そんなことは本当に起こるのでしょうか。
私は動的平衡によってそれが説明できることに気がつきました。坂を転がり落ちる円の軸を開いて一方の端を壊し続けもう一方の端を作り続けます。そして構成よりも物体を少しだけ多くするとこのように落下は至る数の坂を繰り返しているのです。これが動的平衡の状態です。しかも構成よりも物体が少しだけ多いので輪っかは徐々に短くなっては消えてしまいます。それはつまり生命がいつか必ず死を迎えることを意味しています。命は有限なるからこそ輝きます。死は怖いことでも悲しいことでもありません。死があるから新しい生が進化が生まれます。死もまた命をつなぐビターなんです。私たちの命はビターによって紡がれてきた38億年の生命の流れの中にあるのです。